度もいいんですよね。こんにちは。How to Walk Japan です。今夜は東北自動車道小坂サービスエリアで車中泊です。前回到達できなかった秘湯に挑みます。新品のタイヤかっこいいな。でも今日でどうだろうな。目指す奥奥8キロ温泉は小坂インターチェンジから 13.7km、 距離はさほど遠くありません。しかし工程は途中から国有林の中、林道を通るようなルートになっています。全体の位置関係はこんな感じです。前回お邪魔した八九郎温泉からさらに奥へ。前回は雪が残っていたのと伐採作業でここから入っていけませんでした。八九郎温泉でこの奥にいい温泉があると聞き、ぜひ行ってみたかったんです。そういうわけで今回がリベンジ会となります。結構だな。例によって妻はまだ就寝中。すでに林道に入ってますが、この辺りは伐採作業なども行われていたところ、舗装はありませんが、さほどひどい道ではありません。ミラーなんか見えないもんな。今のところ順調です。今日の天気予報は午後から雨、天候が崩れる前にお風呂をいただきたい。ミラー倒れちゃってるもんな。雪の重みなのか、まともに立っているミラーがほとんどありません。黒鉱調査のため1974年ボーリングを行ったところ、地下320から350メートルの地点から温泉水の湧出がありました。掘削直後はバルブが閉められていて温泉利用はできなかったらしいです。1984年頃からのバルブ開放により温泉水の湧出が再開され、炭酸カルシウムの温泉沈殿物が形成され始め、現在では約1メートルの厚さで温泉沈殿物が堆積しています。温泉湧出口からは二酸化炭素が噴出しており、天然のジャグジーとも呼ばれています。しかし炭酸ガスに集まってくるアブが多く、季節を選ばないと大変なことになるようです。この道、愛車のキャラバンワイドハイルーフでもなんとか通れる道ですが、木で擦れる傷は覚悟ですね。およそ200メートル先、目的地は左側です。ナビが目的地が近いと言ってますが、何も見えません。急にバッと現れる感じかな。目的地は左側です。どお疲れ様でした。どここの辺にあんのかな。どこ。ああ、ないちょっと探してみるけど。どこ。山の中の一本道、とってもいいところです。空気が美味しい。いい森だけど。とりあえず周囲を見渡してみます。湯気が上がってるとことかないですかね。見渡す限り深い森が続いています。近くに沢があるようで、かすかに水が流れる音がします。どこ漏れちゃってんのかな。ナビが目的地と言ったのは少し手前でしたね。少し戻ってみたら何かあるかも。野鳥のさえずりと風の音しかしません。発見できません。これを行くのかな。ちょっと
これ行く勇気はないな。何が怖いって熊が怖いです。水辺の早朝なんて最悪じゃないですか。結局突入することにしました。せっかくここまで来たんですから。画面では分かりませんが結構な斜面です。登ってこれるかほんと怖いなんか獣道が続いています。あ、これだ。すごい。うわこれは入っちゃいけないのかな。来た甲斐がありました。素晴らしい。こんなとこに置いてるんだ。鉄分を含んでいますが濃度は高くない模様。温度は40度はないように思いました。こんな近くに沢があります。やっぱり熊が怖い。炭酸ガスが噴き出していてジャグジーのようです。ここは発見できたということでよしとして次に向かいます。帰り道がわからないです。あ、こっちだ。ああ、びっくりした。森で迷う感覚がちょっと分かりました。怖いですよね。よいしょ。あった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 。いや、入りたくない。ちょっとちょうど向こう側にさ川が見えるんだけど、その手前にすんごい勢いで湧いてる。この奥が奥奥八九郎温泉。さ、奥がこれなんだから奥奥は無理じゃん。気をつけて。今回の目的は奥奥なのでここで帰るわけにはいきません。じゃあ入れるのかな。この前の人がさ、市長だっけなんだっけなんかの時はもうちょっとちゃんとやったんじゃないの？そうかな。この車で行けるのかな？この車で行けるのかな？大丈夫じゃないかな、ここまでの感じだと。やはり道路の凹凸が激しくなってきました。車高の高い車で来た方が無難ですね。愛車のキャラバンは多少車高もありますし 4WD に仕様です。どっち？左だと思うけどな。奥奥八九郎温泉が有名になり多くの観光客が訪れるようになっているようですが、ゴミを放置する観光客の問題や深夜に民家の近くにある八九郎温泉を訪れるなどのマナー問題が懸念されているようです。我々も気をつけねばなりません。まだ3時だよ。倒木などは取り除かれ整備してありますが、たまに木が道にはみ出してます。言いました。帰りも。同じような車でしょ。ここ？止まってんな。あ、これで入ってる。これだ。ワンちゃんがいる。本当だ。私は見ないことにして。同じこんな感じにしてんじゃん。どうしよう。U ターンする場所がないので先に進んでみます。ここで一旦できんな。これどこに繋がってるのかな。繋がってんだろうな。ちょっと私は後ろに行こうかな。あ、そう。だってあの人嫌でしょ。確かに。
今焦って出てるかもしれないし、かわいそうに。後ろに。温度もいいんですよね、ここね。そんな信じられないくらいにちょうどいい湯加減です。42度くらいかな。じわーっとしみる感じ。広場のようになっており、広場一帯が石質物で覆われていて、一部は千枚田状態。周りは森に囲まれていて、見上げれば曇天の空が蓋をしているようです。大きく口を開けた湯船からはブクブクとガスが盛り上がってきます。そこにすっぱだかの男が2人で談笑しているなんて奇妙な光景です。昔は除雪した本当にいい温度、気持ちがいいです。ここでお会いした方は2度目の訪問だそうで、前回はここに車中泊されたそうです。夜になれば明かりもない場所に一人で車中泊とはかなりのつわもの。ブログなどを見てみるとテント泊の方もいらっしゃるようでした。世の中にはまだまだすごい人たちがいます。ねえ、こんなにブクブク湧いてると思わなかったね。いろいろと話ができて楽しかった。他のネタのことも教えてもらい、次の目標ができました。鬼神戸のクレーターの湯、黒玉の湯がいいとおっしゃってました。詳しくご存知の方、ぜひコメント欄で教えてください。ケーキかかんないですもんね。ありがとうございます。ちょっとくれたのゆっくりますから。ちょっと分かりづらいですよ。すごい入り口分かんない。何も入ってないんで。まあなんとかなるでしょう。お先に失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。リベンジできてよかった。いいお湯でした。このロケーションでお湯に浸かれるなんて最高です。あっちこっちは岩手近いですねって言ったから、ここが奥だな。一番手前の八九郎温泉にも寄ってきます。この前のおじさまにまた会えるかもしれません。また来ちゃいました。まさかこの前の人がいるかな。ご一緒させていただいた方に奥奥のことをいろいろと教えてもらいました。今回奥奥の湯船は1つでしたが、前の写真を見ると湯船が2つから3つあります。これは雨などで堆積物が流れ込んだりして塞がったり掘り出したりを繰り返しているそうです。行く時期によって湯船の数が違うそうです。この方も普段はここに来ていて、奥奥にはめったに行かないそうです。奥奥は入る人数が限られるのと、やはりアブが発生するととてもじゃないけど入っていられないそうで、普段はここに来るそうです。ここのお湯はぬるめでゆっくり入ってられます。しかもこのお湯の量がすごい。普段使いはここで十分いいお湯ですね。違った。やっぱりいいな、ここは。八九郎温泉、地元の方に愛されている貴重なお湯でした。ありがとうございました。マムシドすっぽんサメ軟骨実演販売。なんだろう。サンゴ洋室。次の目的地へ向かう途中に寄った光ヶ関の道の駅の前に不思議なお店を発見。まだ開店前だったので入れませんでしたが、後で調べてみると本当にマムシの粉を販売していらっしゃるお店でした。実演販売というのはお客の前で実際に乾燥したマムシをハンマーで砕いて粉にするということで、混ぜ物がないことを証明するために実演していると書いてありました。興味がある方、訪問してみてください。実際に効果もあるようです。
碇ヶ関はすごいです。ここにも日帰り温泉があります。ね続いて右方向です。この先、見せるのがあったのか300メートル先、左方向です。そこが足湯なんだね。足湯入ってないな。お湯。ああ、あっちは入ってるな。右方向です。続いて U 何タがいるのーンします。かと思ってそこにご飯食べてるのかと思ったら人形がいるんだ。あ、本当。時代劇の。 U ターンします。続いて左方向です。あ、なんか中入れるようになってんだ。うわ、びっくりするな、結構。本当だ。匂いがもう。いや、本物だよね。これが昔の碇ヶ関か。何も映んねえや。ここからさらに北上して次の秘湯を目指します。次回は青鬼温泉を訪問する予定です。旅人がなんか捕まってんのかな。